こんにちは。大工の塩谷です。また今回からリフォーム始まります。もうかなり大きなリフォームになります。で、まずは解体からやっていきます。11月に入ってからの大きなリフォームなんですけど、絶賛にはね、もう本当に迷惑かけます。正月にできないってことなんですよね。冬の間にこのリフォーム、家の人も工事する人もなかなかね大変なんですけども、それをねなんとか快適にまではいかなくてもね工夫してリフォームやっていきます。まずは解体からやっていきます。もちろん解体は解体する人2人来てもらってるんですけども、自分も何箇所かは砕いてきます。まずこの最初に砕いているのはキッチンの上についている釣り戸棚ですね。このお宅は築50年です。自分が大工して51、2年ですからね、でっちに入った自分に建てた家ですよね。ですからその当時の先代がどうのなかなかね自分は覚えてませんけども、結構作り付けの仕事をしてありますね。正直この家一人の大工さんで2年かかったそうです。仕事はいい仕事してあります。釣り戸棚一つ砕いてももう丁寧な仕事してあります。解体していくのがこういう家はちょっと楽しみになりますよね。でも埃は結構かぶると思いますけどね。とにかく上がるってことはないんだけどな。下がることあっても天井ってこのカモイが下がっとるよね。でカモイがめちゃくちゃ下がっとるんで、この分この天井下がっとる。多分ここまで本屋がある。これが2階建て。これが2階からも漏らしとるってことやな。あ、これ雨漏り。でここも下がってここも下がっとったけど、大体ここは水平で下がったよね。昔の天井って結構むくらしてある。だからむくっとるとこに持ってきて、ここは下がってこうやってこんなになったよね。これやったら初めよりも上がっとるわな、絶対に。上がることある。いや分からん。上のなんていうか下屋のもやがこう上がっとるからな、こんだけ来るともう出るからな。でここはまあ下がっとるってことだ。こういうふうにはで、ここのつってある木が下がっとるだけならええんやけどな、木がこう下がっとる場合はちょっと考えなあかん。では和室の天井をめくっていきます。この天井はサオテンですね。昔はサオテンが多かったですよね。サオテンをめくるときはバールでめくるとか手でめくるとかそんな感じじゃなくて、下から棒でついて竿と天井板をまずは離します。自然的にバラバラになります。この天井もやっぱ50年経ってますからね。近くに大きな道があるんで埃も結構乗ってるんですけど、やっぱこの50年前のベニヤとやっぱ質が悪いんですよね。防虫剤が効いてないってことで、裏はラワンベニヤですからね、ベニヤに虫が入ってるんですよね。虫が食ったこの後ね、埃でもういっぱい乗ってましたね。すっごい埃でした。きちっと一本一本。これは天井のラインやけな。結局この子で天井を作っとるんやけど、上の上にこういうふうに浮かして入れたんや。この入れた木が上に曲がったから天井も上に曲がった。こっちは逆に下がっとるやろ。下がっとるでこの天井は下がってすごいこの蛇行しとんだよな。天井を外してね分かったんですけど、もうおじさんの予想もう全く外れましたね。自分の家もリフォームしたんですけども、自分の家では釣り木まだ使ってなかったですよね。この2軒飛ばしてね太い木を入れたことありますけども、結局屋根が下がって天井が同じように下がるのを防ぐため、2階が下がって天井が下がるのを防ぐため、2階の床の振動が1階の天井に伝わらないため、上と下を釣り木丸太で縁切ったんですよね。よくこんなね癖のある木を使ったものですよね。ですから曲がった天井になってしまった、それが結果だったんですね。
今度は和室の投げ石を取ってきます。最終的に鴨居も割り鴨居も取ったんですけどね、解体は基本高いところから抱きます。床をもし最初に砕いた場合は脚立も立ちませんしね、足場も悪いですし、第一落ちたゴミが掃除ができない。ですから解体の順番は高いところから期待できます。それとね、家の中で一番ゴミと言いますかね、これたまるのがこの投げ石の裏ですよね。これはなかなかね、もう何軒も砕いたんですけど、投げ石の裏まで掃除してある家ってまず 100% ないですね。この裏にホコリも子供のおもちゃまでね入ってますから、結構投げ石の裏っていろんなものが出てきます。へそくりのね1万円札がゴソンと出てくると、そんなことはないですよね。今度はね、キッチン部分、台所の壁を剥がしていきます。これはね、2尺8尺、28ってよく言ったんですけど、耐火ボードの表面がね、化粧になってたんですね。いろんな印刷がしてあったんですね。ただの化粧の紙を貼った耐火ボードの細長い板ですよね。これで昔は純防火になったんですね。年数の経った耐火ボードってね、めくるのがこの大変なんですよね。大きくめくれてこない。ポロ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 、せんべいみたいに割れてね、ゴミだけが濃くなるんですね。そして下地がね、必要以上と悪いんですけども、結構下地に手かけてますね。下地を剥がすのに苦労しましたね。今度はこの一番嫌な荒壁を落としてきます。もううちの家で40年ですからね、それでも土壁というかね、必要以上にこうつけてあったなと思ったんですけども、今回はやっぱこの10年違うだけでね、もう家中の壁完璧に土壁ついてますね。薄鴨居の上ってなかなかつけなかったんですけどね、このお宅は全部ついてます。鴨居の上を2枚抜くだけなんですけども、結構大変なんです。反対側のね、押し入れ2つも取ってしまいます。押し入れの上にね、神さん棚が取ってあったんですけどね、また復活さすんですけども、こんな大きな神さん棚ってなかなかね、ないですよね。いっぱいこの置物があるそうです。鷹がこの押し入れ2つなんですけどね、もういっぱいこれ材料使ってあるんですよね。ベニヤも使って、この下地も神さんの上の板も貼ってしてあるんですよね。そしてね、またベニヤ外したら杉板が出てきたんですけどね、板をベタ地したんですよね。ここまでせんでもね、せめて1枚抜きとかなかったと思うんですけど、結構な材料を使ってありましたね。
ようやく敷きを外してね、床の番になりましたね。こう床になってまえばね、うまいもんです。床をばらせばその部屋は終わりです。でもね、全部この敷きに板が入り込んでるんですね。さっき襖外しますとね、ほこりも全部いきますしね、襖のあるうちにね、床をだいたいばらしてしまいます。今回の床はね、枝も大引きも全部新品にします。めくってみて分かったんですけどね、何一本腐ってないんですよね。言うと敷けてないってことですよね。床下カラッとしてます。換気口はね、少し小さいんですけどね、でもシロアリが一切入ってないんですよね。炊事場でも珍しいですね。炊事場の方のフロアもね、めくってきます。フロア自体はね、年数経ってる割にしっかりしてましたね。昔ですからね、床板に温度がつけてない。これが来た時に楽ですよね。もう自分らですとみんな悪いみたいにしてね、ボンドつけてありますよね。さあめくると全然このボンドがついてるとめくれないんですよね。和室の方にはね、古い材料とか継ぎ足しはなかったんですけどね、台所の床はね、継ぎ足しにしてありましたね。まず大工造作に入りますと床を張ります。その床を張る順番は今も昔もだいたい和室の床を最初に物を置くために張るんですよね。やっぱし大引き関係が足らなかったんでしょうね。ですから今度古材とか切れっ端を使ったんでしょうね。そして襖を外してね、敷きも一回外します。敷き下に残ってるこの床板がどうしても取れないんでね、敷きを一回外して、そして四角残ってる床材取ってきます。最終的にこの敷きは取るんですけど、敷きをまた戻してやって、そしてゴミが入らないように襖を戻してやります。これでキッチンと今の部分はね、この2部屋、完全に解体ができました。でも玄関とかこの廊下、縁側まだ残ってますけども、この真ん中で切断進んでらっしゃるんでね、一気に砕いても切断のこの動きがね取れませんから、まずはこの2部屋奥の方から解体しました。以上、大悟さんでした。